もう1セッション行くんだろ？次は誰がキーパーやるんだ？そうで候。候。なんだいきなり。って言ってもいつものやつか。だいたいここで妙なことするのはシナリオへの導入だ。大方話し方的に侍だったり歴史的なシナリオなんだろう。お待たせしちまったね。問題ないで候。急に何言ってるんですか？さっさとシナリオ幸福な悪夢の夜を始めますよ。じゃあチェラシ作りますか。私に、厳しくない？そういえば言い忘れましたが今回のキーパーは私です。それではキャラ紹介に入りましょうか。まずはあたいから。幻想大学で教授やってます小町と申します。教授として様々な学問に振ってあるのは非常に素晴らしいと思うのですが、この拳80だけ気になりますね。時に拳で語ることもあったのさ。それは生徒とですよね？いや、他校の教授と。他校の教授と？よろしくねー。日本の学問ってそういう感じなの？次は私いいか？フリーのジャーナリストやってますマリサです。ジャーナリストですか？フリージャーナリストです。3回目のプレイヤーで初心者です。優しくしてね。我が宅一番の狂人が一番プレイヤー経験浅いなぞ。お前も大概だろ。でもマッスル京都でもないし STR も5なので少し安心。よろしくだぜ。最後は私だな。フリーじゃないジャーナリストもこうです。フリーじゃないだって？なんかまずい？いいんや？今日の謎の絡みなんなん？キャラクターはなんとなんのツッコミどころもないです。それが普通だからね。それではセッション、幸運な悪夢の夜スタートです。季節は冬。そこは夏じゃなかったか？階段吐く物語するな。まあ夏でもいいですよ。そこは関係なかったんだね。探索者一同は、まず何の集まりなんですか？もちろん同じ筋肉教と取材かなんかで知り合った仲間だ。それでは何らかしらの理由で自然豊かな洋館に行くことになります。もちろん筋肉合宿に親睦を深める旅行だ。っていうかマリサ STR5 なのにどうして筋肉にこだわるんだい？持病だな。持病みょんね。私は崇高な理念のためにだな。それじゃ事前知識の屋敷情報出します。屋敷は50年ほど前に当時宝石商の椿原宗太郎が建てたもので、長年空き家になっていたところを今のオーナーが買い取りペンションを始めた。自然に囲まれた土地で動物の観察や屋根裏部屋の望遠鏡から天体観測を楽しむことが可能である。宿泊すると自然を味わえると評判で電気やネットも通っている。といったところです。それではロールお願いします。夜中から運転ご苦労なことだな。頑張ってね。俺に運転させる気満々だな。すまないねもこうさん。先生はいいんですけどね。こっちはか弱い乙女なのよ。実際か弱いのは間違いないんだがな。一同はもこうさんの運転で屋敷へ向かった。山道に入ってしばらく進むと急に雪が強くなり視界がホワイトアウトした。季節変えた弊害が早速出てるじゃないかい。オーストラリアは日本が夏でも雪降ってるし。ここ日本だから。っていうかなんでこの流れ分かってて夏に書き直した？夏にも雪は降るみょん。単純にバカなのか本当にそんな場所があるのか判断できない。雪だ。助手席はのんきでいいけどこっちは事故しないかヒヤヒヤなんだわ。探索者一同はなんとか屋敷に到着することができました。玄関の扉を開けるとそこは広いエントランスホールです。内装は綺麗ですが全体的に古めかしく家具もアンティークなものばかりです。階段の横には振り子時計があります。キーパーはなぜわざわざ振り子時計の話をしたんだ？メタ読みになるが一応覚えておこう。探索者たちが館に足を踏み入れるとオーナーが話しかけてきます。これは大変な吹雪で、よく来られました。なんとか来られてよかったです。部屋までご案内します。ついていきます。移動する前にその振り子時計に目星をすることは可能か？構いませんよ。それでは時計にある扉には鍵がかかっていることが見て取れます。また時計に鳥の装飾がなされていることにも気がつくでしょう。何の鳥だろうか。見た人は知識で振って大丈夫です。なら、あの時計なんかの鳥の彫刻がされてるわね。これで全員で知識が触れるな。まさかの全員成功。それでは鳥はツバメであることが3人にはわかります。何を表してるのかね。3人は今度こそオーナーについて部屋に行きます。そこはアンティーク調の家具が特徴の部屋で非常に豪華です。ここは屋敷一豪華な部屋で今は吹雪で見えませんが普段は窓からの眺めも見事なものです。それでは夕食のご用意をしてますから一息つけましたら食堂までいらっしゃってください。そう言うとオーナーは部屋を出て行きました。ちなみにこの部屋には鳩の絵が飾ってあります。この部屋に全員で泊まるのか。とてもいい部屋ではないですか。それはそうだけど。
何か問題があったか？夜もしかしたら向こうが予売仕掛けてくるかもしれないから。でも私も嫌じゃないっていうか。いや別に襲わないけどね。女の子同士で。あわわわ、私先に食堂行きますね。二人きりだね。私も食堂に行きます。マリサも変なことしてないで早く来いよ。私が変だったことは今までに一度もないがな。食堂は広く壁には自由におかけくださいと紙が貼ってあります。食堂にはすでに端の方で食事をしている男性がいます。とりあえず目星しとくかい？いいんじゃないか？じゃあ目星しとこうかな。まあ私は初対面の人をじろじろ見るような失礼はしないけどな。急に常識みたいなこと語り出したな。振る前に教えてくれよ。それでは目星に失敗した小町さんはなんか清潔な感じがする気がしました。急にぼんやりした情報。そうしていると小町さんの目線に気がついたのか男が近寄ってきます。ここ相席しても大丈夫かな？新手のナンパかしら？君らみたいな美人にはもちろんそれ目的で声をかけたくなるが、それはまたの機会に。おっと紹介が遅れたね。僕はクスノキ、雑誌の記者をやってるんだ。そう言って彼は探索者たちに名刺を渡してきます。名刺にはオカルト雑誌の名前がありました。弱小ジャーナルが。いやお前もフリーだろ。それで君たちはどうしてここへ？観光なら当分雪で出られなさそうだけどね。俺たちは親睦を深めに来ただけだからな。部屋で恋バナするのよ。なんでマリサはちょくちょく恋愛始めようとするの？ちなみに今日はお仕事で？そうそう。この館について調べに来たのさ。この館であった事件と噂は知っているかい？何かあったんですか？実はずっと昔に事件があったらしくてね。ここの主人が宝石商だったのは知っているかい？知ってるわ。ある時使用人が結託して主人が大切にしていた宝石を盗んだそうなんだ。それを知った主人は怒って使用人を皆殺しにしたそうなんだ。そして主人は自決したそうだ。そして一人息子誠次郎は行方不明。今でも見つかっていない。それでこの話には続きがあるんだ。この屋敷に泊まると稀に夢を見るらしい。その夢は死んだ主人が亡霊となって盗まれた宝石を探すというものらしいんだ。話によるとその宝石は持ち主に幸せをもたらすものだったらしい。急にオカルト感出てきたね。この弱小オカルト雑誌が。さっきからヘイト高くね？なんかあったのか？だってあいつら UFO いるって言ったのにいなかったんだもん。騙された。存在可愛い理由だった。嘘だと思ったかもしれないけど実際に夢を見たってやつも結構いるんだ。そのまま死んだやつもいるらしい。それで事件からちょうど50年の今調査に来たってわけさ。もし今日の夜その夢を見るようなことがあればぜひ教えてくれ。感想が聞きたいんだ。感想くらいならもちろん構わないわ。それでは美人のお姉さん方、またの機会に。クスノキは立ち去っていきました。奇妙な話だったわね。事件は事実らしいですけどね。オーナーに聞けば真実かわかるんじゃないか？ここに寝泊まりしてるなら一回くらいはその夢見てるんじゃないか？それは明暗ですね。じゃあオーナーを探すわ。技能必要？必要ありません。向こうからやってきます。皆さん揃って私を見ていますが何かございましたか？さっき他の宿泊客の方にこの屋敷の噂を聞きましてね。本当なのかなと思いまして。事件自体は本当に起こったことで当時は随分騒がれたらしいですよ。今でも事件に興味を持って泊まる方もいらっしゃるくらいで、この屋敷にある株は当時椿原さんが所有していたものをなるべくそのまま使っていまして、そういうお客様にも大変喜ばれますね。やけにアンティークが言われるのはそれか。夢の話は本当なんですか？私も実際に見たことがありますが特別何も起きませんでしたよ。椿原さんの幽霊にはついぞ会うことはありませんでしたけどね。椿原さんは優しい方だったらしいですしきっと噂におひれがついて恐ろしいことになっただけのように思いますがね。貴重な話をありがとうございました。また何かありましたらお声かけください。オーナーは仕事に戻っていきました。とりあえず部屋に戻りましょう。ここからどうします？今日は疲れたから寝るか。私はそんなに疲れてないわよ。それは私が運転している間雪を見て楽しんでいたからね。雪合戦しよう。マリサさん落ち着いてください。今日は雪がひどくて外に出ることも難しいですし、また明日行動しましょう。仕方ない。外に出るのは諦めるわ。落ち着いてくれてよかったよ。じゃあ諦めて、恋バナ兼枕投げします。はぁ、なんで同時開催しようってなるの？楽しいことと楽しいこと掛け合わせたらもっと楽しくなるよ。寝ます。小町先生電気消してもらってもいいですか？いいですよ。いいじゃん。なるほどね。そんなに私と寝たかったのね。そうなら最初っから教えてくれればいいのに。でも私もまんざらじゃないのよ。その、心の準備が。だから私襲わないよ。あわわわ。こうして探索者たちの夜は更けていく。探索者たちが寝苦しさに気がつき目を開けると、自分たちが床で寝ていることに気がつきます。もうこう寝相悪いんだな。悪くないし同じ布団で寝てない。一瞬ベッドから落ちたのかと錯覚しますがすぐに部屋の様子が変わっていることに気がつきます。
まずベッドが1台に減っていること。さらに備え付けのテレビやドライヤー小型の冷蔵庫等、電化製品類が一切なくなっています。もともとあった机、本棚、クローゼットはそのままありますが、机の前の椅子に30センチくらいのテディベアが座っていることに気がつきます。とりあえず部屋全体に目星かな。じゃあ本棚を調べるかな。では2人とも目星でお願いします。振ってたのに失敗か。それでは部屋を見て回ったモコウさんですが何か違和感を感じますがその正体には気がつけませんでした。さっきの部屋と何か違う感じがする。続いて本棚を確認した小町さんは、童話の本や鳥や草花の図鑑が並んでいることがわかります。本は綺麗に整理されていますが1冊分だけ抜けているようでスペースができている。抜けている本がきっとキーアイテムだね。それでマリサさんはどうしますか？いかにも怪しいテディベアに突撃するかな。当たって砕けろ。それでは近づくと突然テディベアが話しかけてきます。大切なもの。どこを探しても見つからない。真っ赤な、大切なもの。助けて、助けて、見つからない。喋ったわ。それでは探索者はぬいぐるみが喋ったことに驚きます。産地チェックです。産地低いな。私のキャラ衝撃に弱すぎない？テディベアに目星を振ることも可能ですよ。そこまでキーパーに勧められたら振るしかない。それではこのテディベアは素人目に見ても非常に高級そうで目は青いガラスでできている。マリサさんがよく観察すると体の至るところが黒ずんでいる。黒ずみについては医学で。振ってないわ。なんなら今回誰も振ってないね。初期値で5もあるし振っておくか。マリサさんは全くわかりませんでした。惜しい。惜しくはない。でも見たようになるが医学を振らせてくる黒ずみっていうのはほぼほぼ血だろ。PC は知らないが私たちの推理には役立つかもな。可愛いテディベア。と言って持っていきます。なんか可愛い感じになってるにょん。血がついてるって推理までできててそれを持っていく弾力がすごいな。あと机に近づいたマリサさんは机に一冊の本が置かれていることに気がつきます。本のタイトルは幸福の王子。内容を読むことは可能ですが所々ページが破れています。一時停止推奨にょん。知識で振ってください。それでは幸福の王子はアイルランドの文人オスカー・ワイルドによる子供向け短編小説だということがわかる。街の中心にある自我を持った王子の像が、ツバメと共に博愛の心で自分の金箔や宝石を与える自己犠牲の物語だ。順当に考えればさっき小町が漁った本棚の空白はこの本っぽいけどな。とりあえずこの部屋でできることは終わりっぽいかい？じゃあまずは情報交換から行こうか。実はカクカクしかじか。テディベアが喋ったのですか？大切なものか。さっきクスノキが言ってたことが本当ならここは夢の中？ではその大切なものっていうのは宝石のことかしら？ではそう話していると屋敷内に突然、銃声が鳴り響きました。探索者たちが急いで音の鳴る方向へ向かうと、エントランスホールに血だらけで倒れるクスノキを発見しました。